はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日はですね、こちらの小型のエスプレッソマシンについてちょっとお話ししていきたいと思います。いいところはもちろんご紹介するんですけども、実際に使ってみた感想なども含めて、実際の使用感なども伝えれたらいいなと思っております。で、こちらのモデルは台湾で購入したものなんですけども、日本でちょっと売られてないモデルらしいんですね。なので、日本の場合はデロンギが一般的に売られているので、そちらの小型のエスプレッソマシンにも参考になるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。どんな人がエスプレッソマシンが適しているのかとか、どんなエスプレッソマシンが適しているのかというのも説明していけたらなと思っています。まずですね、そのエスプレッソマシーンの買う理由についてなんですけども、エスプレッソとは何かというと、濃縮されたコーヒーのエキスのようなイメージを持ってもらえるといいんですけども、普通のドリップよりコクがある、味が濃いというのがエスプレッソですね。苦味の強めの、深いよりの豆であるととても苦いコーヒーになります。で、浅入りだと酸味がものすごく濃厚な、エスプレッソになりますね。で、それを、例えばミルクで割ると、とてもコーヒーの味の強いラテが作れるようになります。なので、ハンドドリップで入れたラテより、とてもコーヒー感の強めのラテになりますので、一般的に、スターバックスとか、外で売られているようなラテに近いものになりますので、ラテの好きな人、もしくはカプチーノが好きな人などは、エスプレッソマシンを買う価値があるんじゃないかなと思います。そこで、こういった小型のエスプレッソマシンが向いている人がどんな人かというと、カフェラテやカプチーノが好きな人。コーヒーのアレンジドリンク、例えば、コーヒーソーダ、エスプレッソに蜂蜜とソーダを、レモンかな入れて、夏にとても爽やかな感じが味わえるドリンクがあるんですけども、そういったのが好きな方はエスプレッソとても向いてますので、ただ小型なので一度に2杯分を作ったりとか何杯も連続で作ったりってするのにはちょっと向いてないかなとは。なので一人暮らしであったりとか少人数で1回に 1,2 杯しか作らないよっていう方に向きですね。あとエスプレッソマシンはハンドドリップよりもより短い時間で作れるので、コーヒー入れるのに時間そんなかけたくないよっていう人には向いてるかもしれませんけども、それであれば普通のコーヒーメーカーの方が手軽だと思います。なのであくまでもエスプレッソで作ったアメリカーノであったりとかカフェラテとかカプチーノ飲みたい人向けに適していると思います。で、ハンドドリップと比べると消耗品がない、紙フィルターがないので、それもメリットの一つなんですけども、その分洗うものもちょっと多いというか、清掃があるんで、どこかな。はい。で、逆に向いてない人なんですけども、3、4人前分のアメリカーノであったりとか、ラテを作るっていうのは向いてないですし、連続で3倍以上作るっていうのも多分機械的にも向いてないのかなとは思います。で、あとは、スペシャリティコーヒーの浅入りが好きっていう人もエスプレッソマシンは向いてないんじゃないかなとは思ってます。もちろんエスプレッソマシンでも浅入りのエスプレッソは飲めるんですけども、それはマシンのその性能によってうまいことを引き出せるかどうかっていうのが変わってきますので、スペシャリティコーヒーが好きな方はハンドドリップの方がより豆の個性がコーヒーに出やすいのじゃないかなと思います。あとはですね、ラテアートを練習したいとか、もっとバリスタとしてステップアップしたいという人には小型よりかはもう少しグレードが上のものの方がトータルコスト的には良くなるんじゃないかなと思います。ただ単にコーヒーが好きで毎日自分で作りたいとか、ラテアートをね、ちょっとだけ練習したいとかいう方にはとても向いてるマシンと思うので、ぜひ試してみたらいいんじゃないかなと思います。まず製品の概要なんですけども、商品名はアルティメイトテイスト500。型番は E5EC151MB なんですけども、これ色カラーバリエーションがマットブラックとシルバーの2つあります。半自動のエスプレッソマシンですね。で、サーモブロック式加熱方式を採用して最大15バールあります。これはその瞬間的に温めるようなタイプです。なので、電源をつけてからエスプレッソが入れれるようになるまでの時間が短いということですね。お水はこの後ろのタンクに1リットル入るように
ってます。プレッシャーバスケット対応って書いてあるんですけども、これがプレッシャーバスケットですね。ESC ポットにも対応してて、カプセルのようなものをここにはめて、で、コーヒー、エスプレッソを入れることができる手軽な商品なんですけども、コーヒーをひいたりとか、タンピングしなくても、エスプレッソが飲めるというような商品です。日本ではあまり見かけないんですけどね。そちらの商品に対応してますということですね。見た目はとてもおしゃれだと僕は思ってて、で、このマットなブラックっていうのも指紋がつきにくいですし、高級感があるんじゃないかなと思います。で、付属されているものなんですけども、本体とポルタフィルターとこのバスケットですね。この、スプーン、豆とか粉とかを置くスプーン、プラス、この後ろタンピングするんですけども、粉を押さえる。これちょっとチープな感じがしますよね。本体が結構かっこよくて高級感があるのに、ちょっとこれはもったいないなっていう思いはありました。はい。この3つはついてます。見てわかるかもしれませんけど、ミルはついてないので別で買う必要があります。手引きであったりとか、電動でもいいんですけども、エスプレッソ用の細かい粉が引けるタイプでないと、エスプレッソはうまいことを作れません。はい、それではね、実際に操作していきたいと思います。本日ご用意したのは、エチオピアのイルガチャフェのミスティバレーのウォッシュドの朝入りをご用意しました。こちらでね、エスプレッソを入れていきたいと思います。とてもエチオピアのウォッシュドらしく爽やかな感じが魅力的な豆さんです。使う豆のグラム数なんですけども、12グラムにしてみましょうか。バスケットのサイズによって変わってくるんですけども、まず一旦12グラムでやってみましょうか。はい、豆が引きました。ここでちょっとあると便利なアイテムをいくつか紹介します。まずはこれをつけることによって、豆を入れるときに豆がこぼれなくて済むというか。はい。はい。見てもらったらわかるかもしれないんですけど、結構ね、ギリギリまで粉が入るんで、こぼれちゃう可能性が結構高いんですよ。なので、このリングがついてると、なおいいですね。で、もう一つ、ミルやグラインダーによって変わってくるんですけども、塊がある場合、エスプレッソ出方が結構影響するんで、こういった形で、塊をほぐしてあげるというようなアイテムもあると、より抽出が良い状態でできるんじゃないかなと思います。で、付属しているこのタンピングの部分。これでタンピングでもいいんですけど、どうもね、とてもやりにくいと思ったので、僕は別でタンピングするものを買ってます。はい。で、グッと、ちゃんと押さえつけて、はい、この状態ですね。で、取り付けるんですけども、一つ、注意というか、これ冷たいんですよ。で、機械も冷たいんですよ。なので、まず僕の場合は一度、まだ粉入れてない状態で、一度、ペーパーリンスと同じで、まずは器具を温めるということをやります。ここのポルタフィルターと機械、まず温めます。ポルタフィルター温めました。粉入れました。タンピング終わりましたという状態だと仮定しましょう。入れる前に僕もう一度温めます。手間なんですけどね。コーヒーって温度と時間っていうのがものすごい密接な関係があるので、これはよくやってます。はい、じゃあつけていきます。はい、この位置からぐっと一番奥まで行って、ポチッとな。こんな感じでね、このね、切りが悪いというか、僕が気になる点の一つなんですけど、お湯が入れ終わったとパタパタ落ちるんですよね。これはちょっと気になった点というか。これね、慣れてない人ね、飲みにくいって思うかもしれないけど、エスプレッソって本当に豆によって苦味はないっすよ。これ気になった点なんですけども、この付属されているこのポルタフィルター、下に穴が1個だけというか、ここのノブのプラスチック感であったりとか、ちょっといろいろ気になったというか、ことがあるので、僕は別のポルタフィルターを買ってます。ここがちょっと木製のノブで、そこが見えるタイプっていうのを別で買いました。ちょっと色合い的にフィットしてないかもしれませんけども、はい。で、アメリカーノを飲みたいよという方は、こちらからお湯が出ますので、
ここにじゃあお湯を、この状態でレバーを回すとお湯が出てきます。このノズルがめちゃめちゃ熱いんで、必ずここを持つようにしてください。このコップの壁際にあった方がいいと思います。その真下にやるとめっちゃ飛びます。エスプレッソを入れて、はい、アメリカンの出来上がり。では、ラテを作ってみましょう。ちなみに、ラテアートをやってみたいという方なんですけども、必要なものは、このピッチャーと、もちろん牛乳と、こういったカップ、下がこう丸くなってるカップがラテアートがしやすいです。はい。では、ミルクカップを温めますね。で、ちなみになんですけども、この、天面の部分、実はあったかくなってる仕様なんですよ。なので、ここにグラスカップを置いておくと、あったかくなるんですけども、言うほどあったかくないですよね。触った感じで言うと、お湯を出している時とか、あったかくなる感じだと思います。今、静止状態だったら、ちょっと微熱がある人の体温って感じですね。では、さっきのが 12g だから、150の牛乳をラテを作っていきましょう。はい、使い方なんですけども、ここになんか蒸気みたいなマークがあるんですけども、それを押してもらったら、このノズルが蒸気に変わります。点滅の時は、お湯の時よりも温度が高くなるので、少し点滅して温度が上がるのを待つ必要があります。で、点滅から、点灯になったら、スチームが使用可能になります。で、そのままやってもいいんですけども、ここのお湯が残っている、水が残っているので、僕の場合一回これ出します。で、ここで用意してほしいのが、このノズル用の布です。先ほどのポルタフィルターの布とは別の布を用意してください。ラテアートをしたい場合は、きめ細かい泡を必要とするので、まずは表面で泡立たせるようにしてください。で、きめ細かい泡が十分立ったかなと思ったら、奥の方に突っ込んでミルクを温めていきます。で、触りなくなったなと思って、1、2、3、4、5秒ぐらいで止めてもらったら、ここにミルクがついているので、拭き取ります。はい。きれいに拭き取った後に、はい、ミルクを吹き飛ばします。で、ここに、こんな感じです。はい。あんまり綺麗じゃないですけど、こんな感じです。はい。ここで、まず、ボタンを押してエスプレッソが入れるまでの時間っていうのは45秒でした。とてもすぐにエスプレッソが入れれると思います。で、お湯も出るんですけども、お湯を出すのにかかる時間、これも結構思ったより早くて、150ml までであれば40秒で入れることができて、200まで入れると55秒、1分以内に、それぐらいのお湯が出ることができます。ただ、温度に関しては65度という、そこまでめちゃめちゃ熱いお湯ではないので、もっと熱々の飲みたいってなったら別でケトルでお湯にした方がいいのかなと思いますけども。はい、それでは、まとめにいきたいと思います。今回はこのエレクトラックスのアルティメットテイスト500をご紹介しましたが、これに限らず小型のエスプレッソマシーンに通じるものをいろいろとお話しさせてもらいました。まずエスプレッソがどんな人に向いているかというと、アメリカーノやラテ、カプチーノ、あとエスプレッソでアレンジしたドリンク、ソーダ、蜂蜜、レモンを入れたエスプレッソレモネードを飲みたい人であれば、エスプレッソマシンはあるととてもお家でも美味しくいただけると思います。いいところとしては、まずスタイリッシュってこととコンパクトってことと、使いやすい。で、時短ができる。電源をつけてから入れれるまでの時間がだいぶ短いので、それもメリットだと思います。
で、気になる点なんですけども、要所要所でちょっとチープな感じというか、それの最大の要因が多分こいつなんですけども、スプーンとタンピング、タンパーが一緒になったものなんですけども、このタンピングはもう少しなんとかしてほしいかなって思いました。はい。これは僕は別でタンパーを用意してます。お湯の温度は若干低めかなとは思います。飛び散ります、お湯は。なのでその辺はね、気をつけてくださいっていうのと、あと圧力が15バールって書いてあるんですけども、思ったより圧力を感じないなというふうには思います。粉の量がちょっと多くなるとなかなか出てこないので、その辺はもうちょっとやはりコンパクトに作られているので、圧力がそこまで立ってないんじゃないかなっていう懸念はあります。気になる点は多分以上です。で、別で用意してほしいもの、必要なものがいくつかありまして、ポルタフィルター用の布は用意してほしいですね。それと、もしミルクフォーマー使うのであれば、ミルクフォーマーの、ノズルを拭く用の布も用意してもらった方がいいと思います。カプチーノを作るのには、ピッチャーが必要です。が必要なんで、それも付属されてないので、準備する必要があります。このコーヒーの粉入れは僕は買いましたけども、そのままゴミ箱でもいいですし、このコーヒーの粉って結構利用価値があって、消臭はもちろんのこと、植物の肥料にもなるので、貯めておいて乾燥させて別の用途に使うっていうのもありだとは思います。そのためにはコーヒーのカツステのものもあった方がいいのかなとは思います。必ず必要なのがミルですね。エスプレッソをいけるようなミルは必ず必要になります。エスプレッソはとてもアレンジがいろいろできるものなので、買っていろいろ試してみるのもいいのかなとは思ってますので、もし興味があればぜひ試してみてください。エスプレッソでね、作れるレシピっていうのもどんどん今後アップしていきたいと思いますので、で、朝入りのラテとか、朝入りのエスプレッソはぜひ飲んでみてください。エスプレッソへの考えというかがガラッと変わると思いますので、何か説明不足であったりとか気になる点がいろいろあると思うので、もしよかったらコメントに残してもらえるとご回答できると思うので、高評価、コメントいろいろお待ちしております。これからもね、皆さんのコーヒーライフがより豊かになるように発信していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。